ジオニック社はジオン公国の軍需複合メーカーです。人類初のモビルスーツザクを開発した企業で、他にもグフやゲルヌグなど数多くのジオン軍主力機を手掛けています。一年戦争後はジオンが敗北したこともあり、会社はアナハイムエレクトロニクス社と連邦軍に買収されたものの、同社の技術者が各陣営にもたらした技術はその後のモビルスーツ開発に大きな影響を与えました。今回はそんなジオニック社の歴史について解説させていただきます。なお、本動画ではイメージとして所々オリジン版の画像を引用していますが、オリジン版は初代と若干設定が異なる箇所があるため、設定はテレビ版初代機動戦士ガンダム準拠のものとなります。また動画最後にジークアクスについて触れていますので、未視聴の方はご注意ください。ジオニック社はザクをはじめジオン公国の主力モビルスーツを多く生み出した軍需複合メーカーで、本社はジオン本国のあるサイド3に置かれています。かつてはコロニー内で使用するための戦車や宇宙作業用のロボット開発を行う一階の機械メーカーに過ぎませんでした。なお、そこまで規模が大きい会社ではなかったのか、ゲーム UC エンゲージでは月のアナハイムエレクトロニクス社を訪れたクワトロが、これに比べたらジオニックは町工場と揶揄しています。しかし宇宙世紀0065、物理学者トレノフ・アイ・ミノフスキーによってミノフスキー粒子の特殊電磁効果が発見されたことで、ジオニック社に大きな転機が訪れました。宇宙空間には空気抵抗がないため、打ち出された弾丸は普通は減速せずにどこまでも飛んでいきます。そのため戦場ではレーダーを利用した長距離からのビームによる艦砲射撃や誘導ミサイルといった兵器で完結してしまいます。連邦軍の大艦巨砲主義はこういった事情から生まれたものだったと思われます。しかし新たに発見されたミノフスキー粒子には特殊電磁効果がありました。これは簡単に言えばレーダーや無線機器を無効化するジャミング効果があるということです。つまりミノフスキー粒子散布下では連邦軍の従来の電子誘導兵器に頼った戦術を無効化することが可能となったのです。そのためミノフスキー粒子の発見は軍備に対する基本理念だけでなく、ジオンの独立という国家姿勢にも大きな影響を与えました。そして宇宙世紀0071、ジオンが密かな軍備拡張だけでなく粒子散布下の有志海戦闘において有効となる兵器開発へと着手します。その際ジオン公国軍はジオニック社を含む国内の各種工業機器メーカーへ秘匿案件としてミノフスキー粒子散布下における新型高性能兵器開発を命じました。その際ジオニック社は建築作業用補機として製造した外骨格人型重機を基礎に全高10数メートルにもなる人型走行作業機 ZIXA3 を開発します。もちろんジオニック社以外にも多くのメーカーから新システムが提案されていましたが、他に要求に見合う性能を誇ったのは後にビグロやグラブロを開発する MIP 社の MIPX1 のみでした。MIPX1 は中型装甲戦闘艇をベースとした機体で、接近戦や格闘戦をこなせる装甲機動戦闘機を求めていた高官の意向にも沿ったものとなっています。宇宙空間での性能も優れていたようですが、アステロイド要塞や月面といった場所では全てにおいてジオニック社の ZIXA3 が上回っていました。また ZIXA3 は推進剤を利用した姿勢制御だけでなく、マニピュレーターを利用したアンバックシステム、つまり腕や腕部を動かすことで発生する反作用によって機体を制御することが可能でした。そのためアンバックシステムを採用していない MIPX1 に比べ ZIXA3 の方が稼働時間が長いという利点もありました。こうして人型という斬新さから当初は驚きをもって迎えられたものの、総合性能でMIPX1 を上回った ZIXA3 が正式に採用されます。なおこの時ジオン公国軍は表向きには ZIXA3 を宇宙空間作業用大型重機として公表しますが、その裏でクラブマンという名称と MS01 という型式番号を与えました。その後 MS01 をベースに改良を加えながら実戦用モビルスーツの完成を目指して開発を続けます。開発の要点としては単独で一定の作戦行動時間の維持と移動に関わる動力供給とその配置バランスおよびマニピュレーターの稼働をより潤滑に行うための補機設計に焦点が絞られました。
こうして完成したのが MS-03 です。人型兵器の基本形は本機で完成していましたが、重装降下による機動力低下など問題もあったため、脱出システムの廃止やモノコック構造の採用など試行錯誤が行われており、まだ軍の要求を満たすほどの性能には至っていなかったようです。また、兵器として運用するにあたり、格闘戦にも耐える機体強度と、戦場で火器類の組み立てなど精密作業を行えるほどのマニピュレーターの高性能化も求められました。これは、モビルスーツに戦闘だけでなく、拠点構築など重機としての役割も持たせたいという意図があったからと考えられます。その後、ジオニック社は MS-03 に改良を加えた MS-04 を経て、宇宙世紀0074に YMS-05A ザク1を開発しました。また、同時期に、ドグやゴッグで知られるツイマット社が EMS-04 ズバを開発。こうして、宇宙世紀0075には、この2機がコンペで正式採用機の座を争うことになります。なお、ジオン公国軍はこの時すでにジオニック社の試作機に MS-04 の型式番号を与えていたため、ズバには特例を意味するエクストラの頭文字を取った EMS-04 という型式番号をつけています。2機のコンペでは木製エンジンを導入したズバが驚異的な機動性を見せつけましたが、加速力に耐えるほどの機体強度を有していなかったため、飛行試験中に空中分解を起こしてしまいます。また、ズダの生産コストもザク1の 1.8 倍と高かったため、生産性や安定した性能など総合力で勝ったザク1が正式採用されました。なお、OVA 機動戦士ガンダムモビルスーツイグルー一年戦争記録では、この際ザクが採用された理由として、ザビッケと懇意にあるジオニック社の政治力が働いたためという説が語られています。しかし、ザク1の格闘戦を可能とする堅牢な外角装甲や高い生産性は本物で、初期生産の MS-05A から後期生産型である MS-05B まで実に820機も量産されました。しかし、戦闘中の破損を防ぐために動力伝達用の流体内パルスシステムを全て機体内部に収めたことで、整備性の複雑化やジェネレーター出力の低下を招いています。そのため、宇宙世紀0078には熱核反応炉やパイプを利用した冷却システムなどを採用し、改良を加えた MS-06 ザク2の量産が開始されました。ザク2は拡張性のなかったザク1と違い、基礎設計の高さから様々な作戦用途に応じて派生型を生み出すベース機としても利用された傑作機で、その総生産数は8168機にも及ぶという説もあります。そして宇宙世紀0079-1月3日、後に一年戦争と呼ばれる戦争が勃発。ザク2は開戦当初からジオン公国の主力機として猛威を振るいました。なお、ザク2の量産によってザク1は旧式化しますが、開戦当初はザク2の配備が間に合わなかったため、ほぼ全機が実戦投入されたようです。戦争末期になるとザク2の配備が進んだため、ザク1は補給部隊に回されることになりますが、ザク1を好んだベテランパイロットによって終戦まで最前線で運用されていました。こうしてザク1とザク2はミノフスキー粒子散布化におけるモビルスーツの優位性を宇宙世紀0079-1月15日のルーム戦役で存分に見せつけます。戦力比はジオン1に対し連邦3と連邦軍が圧倒的に有利でしたが、連邦の主力は戦艦と宇宙戦闘機だったため、ザクが戦場に投入されてからはジオン優位に戦況は傾きました。特にアンバックシステムの恩恵は絶大で、密集した艦隊の隙間を自由自在に飛び回るザクを連邦は捉えることができず、圧倒的に数で勝っていたはずの連邦軍は第1艦隊と第3艦隊の8割を失います。さらに黒い3連星が連邦軍の指揮官であるレビル将軍を捉える大金星を挙げました。こうして宇宙で多大な戦果を挙げたジオンは地球侵攻作戦を開始。それに伴い陸戦用に改修したザク 2J 型を投入しますが、汎用型であるザク2の基本設計には削除できない部分が多かったため、陸戦用への改修も限界がありました。また連邦側がモビルスーツの開発に成功した際のことを考え、対モビルスーツ戦も視野に入れた機体の開発に着手します。こうして開発されたのが MS-07B グフとなります。ロケット燃料タンクの容量削減や無重力体での走行用マグネットを省略。さらに
ルーム戦役後、南極条約で核兵器の使用禁止などが締結されたことを受けて、対放射線能力が低い代わりに強化された装甲を採用するなど、宇宙用装備をできる限り取り払い、陸戦での性能を追求した機体となっています。また、ザク 2J 型の生産ラインを転用できたため、生産も早く、宇宙世紀00793月18日には実戦配備が行われました。ただ、当初の目論見通り、モビルスーツ戦において、ザク以上の戦闘力を見せたものの、近接専用装備の取り回しの悪さや、機体特性から、高い技術を持ったパイロット以外には扱いが難しく、汎用性はザクより低くなったようです。また、運用コストが高かったため、オデッサ戦以降、生産ラインが縮小。最終的に、ザクの次の陸戦主力兵器の座は、ツィマット社のドムに譲ることになりました。しかし、ジャンプ性能など機動力の高さから、グフを好むパイロットも一定数見られたため、一定数が量産され、派生機も開発されています。こうした経緯から、一年戦争初期は、主に、ザク2が戦場を支配していましたが、連邦のモビルスーツが登場すると状況は一変。特にザクマシンガンを受け付けない装甲と戦艦並みのビーム砲を有したガンダムにはザクでは歯が立たず、ジオンは連邦製モビルスーツに対抗できる機体の開発を余儀なくされ、第2期主力モビルスーツ開発計画を推進します。ここで各企業はジオン公国軍からビーム兵器の傾向という連邦軍 RX シリーズの設計を踏襲したモビルスーツの開発が求められました。こうして開発を仮承認されたのが MS-11 です。本機は基礎設計はジオニック社、スラスターはツィマット社、ビーム兵器は MEP 社とジオン軍兵器メーカーの粋を結集した機体となっています。しかしビーム兵器の開発の遅延やツィマット社とジオニック社の企業間の確執により開発が大幅に遅延したため、暫定的な主力機を決定する必要がありました。そこでジオニック社は暫定主力機コンペにて MS-11 用のジェネレーターを搭載し、従来のザクをはるかにしのぐ高性能機として MS-06R の2高機動型ザク 2R2 型を提案。コンペで機動性や火力の高さを実証しますが、ツィマット社が提案したドムの宇宙使用機であるリックドムが生産性を含め総合力で高機動型ザク2を上回っていました。そのため宇宙における暫定主力機の座はリックドムに譲ることになってしまいましたが、高機動型ザク2の技術をフィードバックすることで MS-11 の開発を進めていきます。こうして完成したのがゲルヌグです。本機の型式番号は MS-11 を予定していましたが、この番号は開発途中で別の宇宙船特殊機であるアクトザクに譲られたため、ゲルヌグの型式番号には MS-14 が与えられました。そして改めて行われたコンペでは、空間戦闘力、汎用性ともにツィマット社のギャンに大差をつけ、ゲルヌグが次期主力機として正式採用されました。ただ、機動戦士ガンダム、戦士たちの奇跡では、本コンペは最初からゲルヌグを本命に据えた形だけのものという説もあり、自社製のスラスターを搭載したモビルスーツに対して競争機を提出したツィマット社の意図が謎めいているとも言及されています。こうしてゲルヌグは先行量産型の YMS-14 を経て正式量産型である MS-14A が製造されました。しかしビームライフルの開発が遅れたため、本機の実戦投入は一年戦争の最終決戦であるアバオア空戦となってしまいます。また戦争の中でエースパイロットの多くが失われた上に、残存のパイロットも使い慣れたザクやドムを好んだため、ゲルヌグに登場したのは主に連度の低い学徒兵でした。性能自体はガンダムと同等以上ともされ、戦線への投入が1ヶ月早ければジオンの敗北はなかったと語られる高性能機でしたが、その性能を生かす間もなく多くの機体が撃墜されてしまいました。このようにジオニック社によるモビルスーツ開発への多大な貢献はあったものの、政治争いや国力の差、そしてアムロレイの活躍もあり、一年戦争はジオンの敗北で決しました。その後アナハイムエレクトロニクスが台頭してモビルスーツ開発最大手を担っていくことになりますが、漫画ジョニー・ライデンの帰還によると、ジオンは共和国製へ移行したことで国家が保有していた技術系企業の株式を売却。これをアナハイムエレクトロニクス社が買い取ろうとしますが、技術の独占を恐れた連邦も売却交渉に加わったため価格は高騰し、最終的には
連邦とアナハイムエレクトロニクス社で分割売却となりました。この際、互いの開発部門が将来ライバルになることを見越し、重複がないよう売却されたようです。なお、ジオニック社の売却で莫大な資金を得たジオンは債務の清算に成功し、早期の復興に成功したとされています。こうしてジオニック社そのものは消滅しますが、後年にはアナハイムエレクトロニクスがガンダム開発計画におけるガンダム試作2号機グリプス戦役で活躍したリック・ディアスやマラサイ、第2次ネオジオン構想に投入されたディラドーガやサザビーなど、各所でジオニック社の面影を感じられるモビルスーツを開発しているため、旧ジオニック社のエンジニアたちはアナハイムエレクトロニクスで活躍し続けていることがわかります。ということで以上、ジオニック社の歴史でした。人類史上初のモビルスーツを開発した功績から、宇宙世紀において最も重要な役割を担った企業であることは疑いようがありません。ただ、ザクの開発後は他社とのモビルスーツ開発競争で良い結果は得られず、戦争終盤に開発した傑作機ゲルググも性能を活かせないまま終戦を迎えた不遇な企業という一面もあります。しかし、その技術力の高さは後年も評価され、何十年にもわたってモビルスーツ開発に多大な影響を与えていきました。なお、最新作のジークアクスではデザインは違うものの、正史の旧ザクにあたる MS05 ゼロザクと正史のザク2にあたる MS06 ザクが登場しており、ザク誕生までの経緯は正史と同じと考えられます。しかし MS14 ゲルググのコンペ相手がギャンではなくガンダムで、ゲルググではなくガンダムがコンペに勝利したので、ガンダムの簡易モビルスーツが正式採用されたという流れになりました。またジークアクスでも宇宙でドムが登場していたので、ゲルググ開発までの流れは同じだと思われますが、ガンダムの技術を流用すればビームライフルとそれを運用できる機体の開発がしやすいはずなので、戦線投入された時期が正史よりも早く、それがジオン勝利へつながった可能性もありそうです。また、一年戦争終結後はアナハイムエレクトロニクスではなく、ジオニックやジオン軍の軍需メーカーが成長しているはずなので、宇宙世紀0085に登場したジークアクスはジオニック社製モビルスーツなのかもしれません。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。